こんばんは。アダルトチルドレンについての電子書籍作家自分探しイズムです。たまにはこんばんはにしてみました。このチャンネルでは、アダルトチルドレンの直し方や改善方法、生きやすくなるための情報を発信していますので、興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。また字幕も整備してありますので、必要な方は字幕の設定をオンにしてください。この動画は認知の歪みパート3です。パート1や2をまだ見ていない方はよかったらそちらからご覧になってください。概要欄にリンクを貼っておきます。アダルトチルドレンの心は複雑で、真逆の思考を併せ持っていることが多いです。例えば、自分は誰からも愛されないと意識しているかと思えば、無意識なので気づいていない人は多いですが、幼児のように自分は何もしないでも愛されて当たり前だみたいなものも併せ持っていることが普通です。他にも自分は誰よりも劣っていると思っているかと思えば、無意識では幼児的万能感みたいな自分は優れているも併せ持っていることが普通です。だから苦しんでいるのです。自分は劣っているという思い込みだけなら、劣ってたとしても、その自分にできることを自己実現的にして生きていけば苦しみません。自分は劣っているだけではなく、自分は優れていなければいけないという思い込みがあるから苦しんでいるのです。自分は優れていなければいけないという思い込みが出るのは、どこかに自分は優れた人になれるという思い込みもあるということです。それでは認知の歪みの話に入りましょう。今日の一つ目は、べき思考です。自分はこうなるべきだ。自分はこうするべきだ。あるいはこうしてはいけないが強すぎる人がいます。私は役職について部下に慕われるべきだ。私はあの人との競争に勝って尊敬されるべきだ。私は誰よりも真面目に働いて認められるべきだ。私はいつでも人の気持ちを思いやり、優しい人になるべきだ。私は皆と同じように正社員として就職して結婚して子供を作って一軒家に住むべきだ。これらは自分に厳しいですね。このようにあれもこれも厳しすぎるのだからうまくいかないことも当然出てきます。そしたらひどい自己蔑視に陥るのです。ひどい自己蔑視に陥るのはこうなるべきだを本気の本気で信じているからです。こうなったらいいなではなくて、ガッチガチのこうでなければいけないなのです。自分で自分を苦しめすぎています。でもそうかと思えば、もう一方で、周りは私にこうするべきだ。周りは私にこうしてはいけない。なども同じぐらい強いです。部下なら上司を慕うべきだ。部下なら真面目に働いて認められるべきだ。恋人なら私にこれこれこのようにして幸せにするべきだ。アダルトチルドレンはこのように自分に厳しすぎる面もあれば、
周りに甘えすぎている面もあります。そして他人に対するこうするべきだもめちゃくちゃ強いから、その期待は裏切られることも多いです。こうするべきだが強ければ強いほど、裏切られた時には怒りになります。次に行きましょう。アダルトチルドレンは自分は虫けら思考になっている人が多いです。要するに親に雑に扱われて育っているので、雑に扱われることに慣れてしまっているのです。だから周りにひどい扱いをされても抗議しないでいられるのです。もちろん限度があります。自己愛性人格障害的な人にボロボロに扱われれば、それでも最初は耐えますが、そのうち逃げるかもしれません。でもこの歪みがある人は、ちょっとずるい人にちょっと雑に扱われていたり、ちょっと見下されていても、その人を親友だとか、心の通い合ってる恋人だと意識したまま、その人のそばに違和感なく居続けられます。心のどこかで自分は人より一段下にいる。自分は虫けらというような思い込みがあるのです。これがあると優しい人に出会っても優しさを受け入れることができません。例えば自転車に乗っていて転んだとします。近くの人が助けに来てくれて自転車を起こしてくれた。あら、血が出ている。ちょうどバンドエイドがあるんだ。と貼ってくれようとしているとします。すると、いえ大丈夫ですから。と逃げるように去ってしまう。ということになるかもしれません。また散歩中に貧血気味で倒れそうになり、地面に座り込んでいたとします。通りかかった人が異変に気づき、大丈夫ですか、これ飲んでくださいと水をくれたり、世話してくれそうになると、すいません、ちょっとめまいしただけで何でもありませんからと、親切を拒否してしまう人がいます。心のどこかに自分は大切に扱われない存在というのがあるので、それに反する証拠は無意識で却下してしまうのです。次行きましょう。次は決めつける傾向です。これをすればこうなるはずだと状況を決めつけることもあれば、人を勝手にこういう人だと決めつけることもあります。状況の決めつけは、例えばこの仕事をやってあげれば代わりにこれをやってくれるはずだ。ご飯を作ってあげればこう言ってくれるはずだ。このように決めつけてしまうと、そのようにならないことも多いので、本来は感じないでいい怒りや落胆を感じることになってしまいます。人の決めつけは、自分についても他人についても、その人の一部分だけを切り取ってこうだと決めつけます。例えば自分が仕事を辞めてしまったとします。ここだけ切り取って自分はダメ人間と評価するなどがそれです。確かに現在は無職かもしれません。でも人の価値は仕事だけではありません。友達に好かれているかもしれないし、家族に必要とされているかもしれないし、存在しているだけで誰かに目には見えない何かを与えているかもしれません。でもそういうところは見ないで、自分はこうだと悪く解釈するのです。世の中にはこれの逆をする人たちもいます。
自分の悪いところは見ずに、いいところだけを見て、俺はこんなに素晴らしいと解釈する人もいます。アダルトチルドレンは、一部の人を除くと、こうはならないのです。マイナス面ばかりに意識が集中します。また、アダルトチルドレンは自分の心の必要性に合うように、勝手にあの人はこうだと他人についても決めつける人が多いです。例えば自分が劣等感の塊だとします。でも自分は劣等だとは意識したくないので、誰かが失敗したところを見たら、そこだけ切り取って、あいつはレベルが低い人間だというふうに決めつけてしまう人がいます。そうすることで、自分は劣等だという意識を紛れさせることができるのです。これは何も劣等だだけではなくて、あの人はインチキだ、あの人はコネを使って成功しただけだ、あの人は心理的に問題がある、など、いろいろな決めつけになります。自分がこう思いたいように、現実をこうだということにしてしまうのです。こういうのもあります。愛情飢餓とか依存心が強くて、恋人が必要で必要で必要な人は、恋人がモラハラ、DV、ギャンブル依存症などのような人でも、あの人は優しい人だということにしてしまいます。もちろん自分の都合いいように解釈しても、現実ではその人は優しい人ではありませんので、ボロボロに傷つくということになります。はい、ポイントの振り返りです。今日はアダルトチルドレンにありがちな認知の歪みを3つ挙げました。べき思考、虫けら思考、決めつけ思考です。べき思考は自分に対しても周りに対しても用いられます。自分に対してのべき思考は、自分はこうなるべきだ、こうするべきだ、こうしてはいけないという意識がものすごく強いです。この思考も根っこに、この自分でいいという土台がないので、どうしてもこうあるべきだ、こうでなければいけないという歪んだ思考が出てきてしまっています。自分を許せていないので、自分に厳しくなるのです。そして人間の心理は、自分と他人がつながることが多いです。つまり、自分に厳しすぎる人は、他人にも厳しすぎるようになります。そこで自然の相手を許せずに、相手に対してもこうするべきだ、こうしてはならないがものすごく強くなるのです。ものすごく強い期待は裏切られることも多いですが、この認知の歪みがあると、自分に期待を裏切られたときは自己嫌悪、他人に期待を裏切られたときは憎しみになってしまいます。自分はべき思考が強いと思う人は、まずそれは認知の歪みだと気づいてください。気づいていない間は直しようがありません。気づいたら徐々に緩めていく意識を持ちましょう。虫けら思考は心のどこかに自分は雑に扱われる存在とか、迷惑をかけては絶対にいけないみたいな思い込みがある人に多いです。もしかしたら小さい頃に親に雑に扱われていたり、
親の手間をかけさせたらものすごく怒られたみたいな経験があるのかもしれません。このような歪みがあるから虫けらのように雑に扱われていても受け入れてしまうし、逆に親切をされると違和感が出て逃げてしまうのです。まず自分が自分を大切に扱えるようになりましょう。自分が自分を大切に扱えていると他人の親切も受け入れやすくなります。決めつけ思考は状況、自分について、他人についてなどに対してこうだと決めつけてしまう思考です。こうだったらいいな、こうかもしれないではなくて完全なこうだです。だから本人はこうとしか思えないのです。状況については約束をしたわけでもないのに、自分勝手にあの人はこうするだろうという決めつけです。これをしたんだから給料が上がるだろう。手伝ったんだからこれをしてくれるだろう。このような決めつけです。自分については就職の面接に落ちた。だからクズだ。離婚した。だからダメ人間だ。このような決めつけです。他人についても同じです。あいつは昇進できなかったから無能だ。あいつは失敗したからダメ人間だ。このような決めつけです。自分についても他人についても一部だけを切り取ってこうだと決めつけているのです。あるいは自分の心の必要性に合わせて相手をこのような人だと決めつけるのも同じです。これをしていると私はダメ人間と自分を悪く決めつけ自己否定を強めたり他人を悪く決めつけ人間関係を壊したりしてしまうことが起こりやすくなります。無意識で生きている間は自分にそういう傾向があっても修正されることはありません。自分にはこういう傾向がある。そしてこれは認知の歪みだ、思考の偏りだということが分かれば、それを変える準備が整います。あとは日常生活の中で、また歪んだ思考をしてしまったと意識して気づけるようになることです。最初は気づいても同じことを繰り返しますが、それでも根気よくこれは歪みだから変えようという意識を持ち続けるようにしてください。では今日はここまでにします。次回はやはり認知の歪みである完全主義や白黒思考について話そうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。